皆さんお元気ですか？グレージアニをもう一度17回目になりました。前回はインカ時代の生活を色濃く残すケロ村に行ってその生活を垣間見ることができました。またシャーマンに旅の無事を祈ってもらいました。今回も引き続きケロ村です。インカ帝国の伝統行事の橋作りを見学しました。さあ一体どんな旅になるでしょうか。一緒に見ていきましょう。ここは3300メートルの集落なんですけども、さらにずっと降りていくと亜熱帯のトウモロコシ畑があります。ここでトウモロコシを作っているのはもちろん食べるんですけども、お酒の材料でもあるんですね。チーチャというお酒でアルコール度数は2度ぐらいで味は酸っぱいんですね。どういう時に飲むかというと、儀式の時とかお祭りの時に作って飲む重要な、お酒です。でトウモロコシの収穫が終わると、道や橋の修繕が始まります。この地域は雨季は雨が多くて橋は全部流されます。で作り直さなきゃいけない。で毎年男たちが、橋作りを、やって、これはインカ時代から続く伝統行事なんですね。でこの流れ見て、これ乾季ですからね、これでこの流れですから、雨季はものすごい、これより何メートルも上へ行きます。橋はもういっぺん流されます。でこれは村人全員が参加します。というのは、この道づくりに参加しないとトウモロコシをリアマの線路にのけて標高の高いところに運ばなきゃいけないんですけども、この橋を通らないといけないんですね。ですからこの作業に参加しないと道は通っちゃいけないってことになってますので、全員参加の橋作りです。で橋の原料の木ですね、それは太い木できたらまっすぐの木を選んで、ここに運んでいきます。とにかくここにある材料で全てを作っていきます。この年は橋を4箇所、数十箇所の道路の修繕を1週間かけて行ったんですね。この橋が完成するとリアマを山から下ろして畑に運んでいきます。リアマの先頭は鈴とか飾りをつけてるんですね。これはデランテーロつって、先導役です。訓練されたリアマなんですね。で畑に着くと、トウモロコシを収穫したで乾燥したトウモロコシを乗せて早朝早くに標高の高いところに運んでいきます。これも3000メートル差を行くんですけども、やっぱり2日間かかります。下りは1日で来ちゃうんですけどね。彼らはこうやって標高差3000メートルっていう高低差をうまく利用して、インカ時代前からこうやって生きてきたんですね。これからはこのゴムボート式のカヌーを使って上流に向かうことになります。空気を入れて、出発なんですけども、結構これ力入りますね。相棒はマルチ冒険家の、渡部純一郎さん。これで登れます？引っ張っていけばいいんです河原を。ここからアマゾンのさらに上流に向かっていきます。で我々はさっきの、カヌーで上流に向かうんですが、撮影スタッフは別の船で、上流に向かっていきます。流されてしまいますね。結構まだ強い流れなんですね。ここもアマゾンの水源地帯です。なぜアマゾン上流を目指していくかというと、
僕が最初に来たのは南米来たのはペルーのアマゾンなんですよ。もう20年以上付き合ってるマチゲンガ族の家族がいるんですね。でその人たちにまた今回5年ぶり56年ぶりかな会えるんですけども、まあそこをもう本当に20何年前からずっと歩いてるんですけども、そこが多分こう自分自身のこう全てのこう旅の原点でもあるし、今回のグレートジャーニーの原点でもあるっていうか、そこに行かなかったら多分医者にもならなかっただろうし、グレートジャーニーもという発想も起こらなかったと思うんですね。ウィンチリ村でも橋作りで共同作業が見られたんですけども、ここケロ村でも橋作りで、橋作りをする時にその場所にある近くにある大木を利用して作るんですけども、これ毎年作っていくので、年ごとに見た目これいい橋だなって思ったり、なんでこれでよく渡れるなっていう橋を作ったりするんですけども、それは致し方ないことで、重要なのはリャーマが安全に渡れるかどうか。臆病な動物なんで、やっぱりちょっとグラッとしてびっくりして飛び降りたりするので、その時大かけして、動物は足骨折したら終わりですからね。一番のコツは、土のついた草をこう上に置くんですよ。土と草で補強してしまう。それで安定性を増す。とにかく、あらゆる手段を使って、安全を保つってことをやってます。やっぱり毎日顔を見合わせるわけじゃないんですね。でやっぱり共同作業をやるときはみんなで力を合わせて一つの目標に向かって進むということで、やっぱり彼らの連帯感を強めるためには、あるいは普段何が起こるか分かんないんで、その時助け合わなきゃいけないわけですね。やっぱり閉鎖的な村なんで、彼ら同士で助け合わなきゃいけないので、やっぱりそういう助け合いというか、何かあった時のためにもいろんな意味でも連帯感っていうのは必要なんで、そういうことを表すには一番いいのが共同作業なんですね。お酒っていうのはじゃがいもがやっぱり栄養のため、食べるためなんですね。トウモロコシはそれだけじゃなくて、やっぱり信仰と関わってるんですよ。っていうのはトウモロコシは食べることは食べるんですけど、もう一つ重要な役割はお酒を作るということなんですね。お酒はどういう意味があるかというと、まず彼ら飲む時は必ず天に向かって、それから大地に向かって一滴は垂らすんですね。天に向かって弾き飛ばすんですけども、これは何かというと神様に捧げる。これが非常に重要なことなんですね。そして何か悪いことが起こらないように、それから神様怒りを鎮めるとかね、いろんな意味があって、やっぱり信仰と結びついてるんですね。だから非常に神と関わっている、それがお酒なんです。その原料はトウモロコシから作るんですね。で面白いのはお酒の作り方なんですよ。ベッドの下にトウモロコシの種をまくんですね。そうすると芽が出てきますよね。
水もまいておくわけですけども、それで体温で温めるんで、そうするともやしができて、その中に実は酵素ができるんですね。それをもやしができたもやしを石の上に乗っけて石ですりつぶすんです。で熱湯を入れた甕の中に入れて、それを23日置いとくとチーチャというお酒ができます。チーチャはいろんな儀式、あるいは、お祝い事、あるいは葬儀の時に、とにかくあらゆる宗教的な儀式の時にはお酒を飲んで、必ず飲む時にパチャママ、あるいはアップ、神様に奉納してから彼ら飲むんですね。さらにリャーマの繁殖儀礼の時にもチーチャをリャーマの口の約1リットル飲ませます。それが彼らの習慣になってるんですね。でリャーマがおいしく飲んでるかどうかは、彼らの症状からは読み取れませんでしたが、でその後に動物の繁殖を司っているのは山の神様なんで、チーチャを飲ませた後広場に放して、そして彼ら土下座して本当に山の神アップにリャーマの繁殖を、お願いします。いかがでしたか？今日はここまでです。もし気に入っていただけたらグレージャーニーをもう一度、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして多くの人に、グレージャーニーもう一度拡散してもらえるとありがたいです。これからもよろしくお願いいたします。